国として安定していたと思われた国というのの能力のない人の給与というのはどんどん下がっています。アフリカとか第三国と言われている発展途上国以外はどんどん生活が庶民は苦しくなりますと。今日のタイトル回収が宇宙人は出会うと殺し合うっていうタイトルにしたんですけど、宇宙って割と宇宙人いっぱいいるはずなんですよ。要は宇宙はこれだけ広いですと。で、その中で太陽みたいな恒星というのが大量にありますと。で、太陽のような恒星があるのであれば、確率の問題で惑星の中に地球の要は太陽と火星は暑すぎると。で、木星は寒すぎると。なので地球はちょうどいい温度なので人類が生まれる余地が生まれたんですよ。なのでじゃあアルファケンタウリとかの恒星でもちょうどいい距離の惑星というのがあって、ちょうどいい距離で生物が生まれて宇宙人というのが生まれてもおかしくないよねっていうのは、計算上でいくともうちょっと宇宙人いっぱいいてそろそろ見てもいいんじゃねえかっていう風なのが計算上は出るんですけど、でも宇宙人いないじゃないですか。で、じゃあなぜ宇宙人がいないのか。で、それは出会った宇宙人は殺し合って絶滅するからであるっていう説があるんですよ。で、じゃあなんで宇宙人は殺し合いをしてしまうのか。で、じゃあお互い協力し合った方がいいじゃんってなると思うんですけど、例えばじゃあクロマニヨン人と、ピテカントロプスじゃねえや、人類の、クロマニヨンの次に人類ピテカントロプスでいいんだっけ、あれなんだっけ、人類忘れちゃった。あれホモ・サピエンスだ。ホモ・サピエンスが今の人類で、その前にクロマニヨン人っていうのがいたんですけど、クロマニヨン人とホモ・サピエンスって基本殺し合いしてるんですよね。もちろん仲良くしてもいいはずなんですけど、で、一応クロマニヨン人とホモ・サピエンスの、根血とかも一応いたらしいんですけど、でも基本的には殺し合いしちゃうんですよ。で、なんで殺し合いをするのか。で、じゃああなたは銃を持って、ジャングルの中にいます。で、銃は1丁しかありません。で、あなたはそのジャングルを探検するために頼まれて行ってるんですけど、村にはあなたの友人と家族がいます。で、銃は1丁しかありません。で、たまたま他の民族に出会ってしまいました。で、他の民族も銃を持っています。あなたに銃を向けています。言葉は通じません。でも、友好的だよ、僕は戦う気はないよというのを一生懸命日本語で言います。でも相手の人は日本語を一切理解しません。で、相手は銃を持っているので、仮にあなたを殺したとしたら、その後、村の人、家族、友人、多分全員殺されるでしょう。で、その時にあなたが取るべき行動は何ですか？銃を手放して日本語でずっと話しかけることですか？それとも相手を撃ち殺すことですか？どちらがあなたにとって正しいと思いますか？ってなると、そこで話しかけた時に、あ、でもこいつ殺したら銃もらえるよねって相手の人が思ったら、間違いなく引き金引きますよね。で、それはあなたにとっても一緒で、自分が殺されて銃を取られたら、村の人全員殺されたり、レイプされたり奴隷にされたりするかもしれないから、銃を持ってたら相手を先に殺した方が自分の村が守れるよねというふうに考えてしまうんですよ。で、これがじゃあ同じ対等な文明だった場合ね。で、もちろん逃げ回るでもいいんですよ。でも逃げ回った後に相手はもっと銃をいっぱい持ってくる人で自分を追いかけるかもしれない。で、逃げた後に村が見つかるかもしれないってなると、先に殺した方がいいよねってなってしまうんですよ。なので、先にやらなかったらやられるんですよ。これが対等な文明の場合。で、じゃあ、猿と出会いました。で、猿と出会ったらきっと殺さないでしょう。猿だからね。別になんか猿一匹ぐらいほっといても何でもないだろうと。でも、猿が弓持ってた時にどうなるか。で、その猿が弓持ってたとして、で、その猿が、じゃあ、弓も使えるぐらいだから、その猿が10頭いた時に、あれこれ、弓によって俺の銃取られたら、もう猿に勝てないよねと。要は
銃がない状態、銃があればそれは弓持ってる猿10頭でも倒せるかもしれないけど、でも弓で10頭の猿から撃たれたらひょっとしたら僕は死ぬかもしれない。でそこで銃取られたらもうあとは弓を持った猿と無防備な村の人たちでこれはやられるよねと。っていうのでいくと文明の差があったとしてもやっぱり殺さなきゃいけなくなるんですよ。でじゃあその宇宙でじゃあ宇宙でね探検隊としてじゃあそのボイジャーっていうなんか宇宙船乗ってじゃああなたがこうヒューっていう時にたまたま宇宙船と出会いました。でその時に科学力としては自分たちのが上だよねと思ったとして、でも地球の場所を教えますか。で仮にこっから3年間行くと地球ってとこに行けるんだよ、俺こっから来たんだよって言った時に自分を殺して、でその後にその相手の科学技術が進歩してで地球に攻めてこないっていう保証はありますかっていう話なんですよ。今地球ってそのなんか地球環境で試験ないよねとかでそのなんかイーロン・マスクとかはもう火星に行かなきゃもういけねえと、地球の資源だけじゃ暮らしていけないよってなって、じゃあ地球の人類どんどん増えてきて食料もなくなりました。でじゃあ他の国に移住しなきゃいけないよね、でも移住できる惑星って全然ないよねっていう時に、あれそういえば昔出会った宇宙人がこれ3年行ったら住めるって言ってたよねってなった時に、地球人はその惑星攻めないと思います？要は地球の中でじゃあもう住めない、食料がないって殺し合いをするぐらいだったら地球人で力を合わせてその惑星乗っ取った方がいいんじゃねってなる可能性がゼロであるって言えます？ワンチャン 10%、20% あると思うんですよ。惑星攻める。もうちょっと高いかもしれないね。下手したら 50% 以上その惑星攻めに行くかもしれないんだけど、で、攻めに行った後起こる出来事っていうのは、まあ殺されるんだったら殺すよねになるわけじゃないですか。なのでそうすると結局言葉が通じなくて文化が違った民族と出会った場合は先に殺して情報を与えないが正しいんですよ。ってなるので宇宙人っていうのは基本的に出会ったら大体みんな殺し合いをしてて、で殺したことも黙って静かにしてるっていうのが多分最適解なんですよ。なのでなぜこう地球にいる場合にその宇宙人と全く出会ってないかっていうと、世に出たいや宇宙に出た宇宙人っていうのは大体殺し合いをして絶滅しているので、なので地球人はまだ宇宙に出てないので殺されてないだけで、宇宙に出始めると多分すぐ殺されて、あそこ地球ってあるらしいぞってバレて宇宙人に攻められてなんか宇宙人にこう絶滅させられるってオチなんじゃないかなっていうのが、えその人類の人間の命も平等じゃないですよね。ウクライナの人たちが、80万人ぐらい亡くなっていて、でロシアひどいよねって言ってみんなでロシアを非難してるんですけど、ガザ地区で亡くなった人の人数ってもうウクライナで亡くなった人より多いんですよ。で、そこ80万人じゃない、民間人だと8万人か。なので、ウクライナで民間人8万人死んでいて、で、ガザ地区はもう8万人以上死んでるんですけど、でも、殺したイスラエルを西洋の国は支持してるんですよ。僕が知る限り、西洋の国で国としてイスラエル支持をしてない国ないんですよね。要はかわいそうだよね、ガザの人って言って、ガザ支援とかをしてますよ。アメリカもフランスも日本も。でも国家としてはイスラエル支持って言ってるんですよね。フランスも日本もアメリカも。なんで結局人間の命というのは平等ではなくて、仲間であるイスラエルは支持するし、仲間であるウクライナは支持するんですけど、そうじゃない国の人、民族というのは死んでも、まあ、仲間じゃないからしょうがないでしょ。でイスラエル金持ってるけどガザの人金持ってないから別に支援してもしょうがないよねっていうのもあるんですよね。なので人類ですら平等ではないので、それは宇宙人が来た時に宇宙人の命も平等だよねってなるわけないでしょっていう。そうなんですよね。オランダも極右が勝ったんですよね。難民のが入ってくるのも制限すべきだし、難民として、その外国人がオランダで生活してたとしても家族を呼び寄せるのには2年待たなきゃいけないみたいな、なんかそれぐらいのルールにすべきだよねっていうので、それ極右だよねって言って言われてるんですけど、日本すでにそういうルールです。日本人
外国の人が日本人と結婚しても、外国人の、例えばじゃあ、日本人妻、外国人夫。で、その人が外国人夫、例えばじゃあフランス人だとしましょう。フランス人が日本に住むって言っても、永住権もらえないんですよ。あの、夫で日本の国籍の妻と結婚したフランス人なんですけど、でも毎年更新するビザを申請して更新していけなきゃいけなくて、でフランス人の家族を呼び寄せるというののビザはおりません。なので、オランダ、そう、極でがなんかこう勝ってるよね、すごいよねって言ってるんですけど、日本って自民党の移民政策は海外から見ると極右の移民政策なんですよ。なので日本ってその極右いないよね、保守がいるだけだよねって言ってるんですけど、他の国、欧州から見ると日本は極右政策をしています。なので極右政権とオランダが呼ぶのであれば日本も極右政権なんですけど、まあまあそれは感覚の違いというか文化の違いなので、どちらが正しいとは言わないですけど、そういうもんです。はい。そう、あとね、アルゼンチン面白いよね。アルゼンチンってもともと経済学者でテレビのコメンテーターとかやってる人で、中央銀行とかいらないよねとか、なんか労働省とかいらないよねとか、国土交通省とかいらないよねとか、そのなんか省庁なんか全部いらないよね。で、アルゼンチンのペソなんかいらないよね。もう全部米ドルでいいよねみたいなのを言ってる人が、もともと大統領選で3位ぐらいだったんですけど、その2位に駆け上がって、で2位になった後に3位の人が左派で、あ、違う、右派で、1位の左派が大統領で続けるぐらいだったら、ワンチャンこの2位の頭おかしいやつを応援した方が、少なくとも右派が負けて左派政権ということになるんじゃねっていうので、3位と2位が結託して、大統領になっちゃったんですよね、アルゼンチン。なので、アルゼンチンのペソなくなるんじゃねえかっていうと、アルゼンチンペソめっちゃ下がってるんですけど、でも株価結構上がってるんですよね。要はその公務員とかいろんな省庁とかがバンバンなくなると、それはそれでワンチャン面白いことになるんじゃねっていうので、なんか割と期待値が高いので、そういうなんかこう実験をしてくれるっていう意味で、やっぱ南米は面白いなと思いますね。あのウクライナじゃなくてウルグアイの首相のチャベスさんとかもまあベーシックインカム的なことをやろうとしたりとかっていうので、割とそのガチ左政権みたいなのやってみたりとか、そのアルゼンチンみたいなガチ右政権みたいになったりとか、あとブラジルのそのまあ、めちゃめちゃ高圧的なことをやっちゃったりみたいな感じで、割とその経済が不安定なので、なのでいろんなものを試してみようっていうのが結構南米は進んでるんですよね。でよくある誤解なんですけど、その右の政権がうまくいかなかったから左の政権にしようってよくあるんですよ。まあそのアメリカでもその政治家のその民主党がうまくいってないから、じゃあ共和党トランプに任せてみようみたいな、逆に振るってやるんですけど、どっちにしてもうまくいきません。先進国も含め、まあ発展途上国もそうなんですけど、世界経済は悪化する一方です。で、正確にいくと、第三国の人たちは幸せになってます。要はそのインターネットと輸出入が発展したおかげで、昔めちゃくちゃ貧乏だった国というのの幸せな人の割合が増えてるんですよ。だから例えばそのアフリカでネットで稼いでる人っていうのが存在するんですよ。で、アフリカの平均年収3万円みたいな人がネットでなんかちょっと仕事するだけで1万円月の収入があったりするんですよ。で、そうすると月収1万円でも年収12万円で、要はアフリカの平均年収3万円に比べたら4倍も稼いでるんですよ。なので、その4倍も稼いでる人がいて、そこで現地の人におごったりとか、いい飯食ったりとかで、その本当に収入の低いところの国の人たちっていうのの生活レベルは今徐々にめちゃくちゃ上がってるんですよ。なので、その人口比でいくと幸せになってる地球人というのの割合は増えています。ただ、その先進国とかはそういう人に仕事を取られたりとか、中途半端な国もそういう人に仕事を取られているので、なので、その国として安定していたと思われた国というのの、その能力のない人の給与というのはどんどん下がっています。なので、その昔だとその日本で、じゃあ工場で20歳から働いて、60歳までずっと同じ工場で働いてました。で、給料上がんないけど、普通に家庭を持って暮らしてましたっていうの人たちがいたんですけど、日本でもうそれ無理です。要は同じ工場で40年間働き続けて給料一緒っていうのは、もう日本はありません。
要はその日本人で同じことをやり続けて20年で給料もらえるってことは、それ中国人に任せたらもっと安くできるじゃんっていうのがあって、なので日本人が安定して同じことをやり続けられる仕事というのは海外にどんどん流れていきます。人件費は安いので、要は日本人の給料払わなくて、要は月に20万とか30万払わなくてもやってくれるから。っていうのがあって、それは第三諸国もそうで、じゃあその南米で昔作ってたような仕事も、これアフリカに振ったらもっと安いじゃんとか、IT 化して人件費下げなくて、その人件費払わなくてもいいじゃんっていうので、どんどん仕事が減って安くなるんですよ。なので結果としてそれは政府が右なのか左なのかという問題ではなく、そもそもその国というののその稼げる額というのは、そのアフリカとかその要は第三国と言われている発展途上国以外はどんどん生活が庶民は苦しくなりますと。でむしろ IT やってますとか、その海外の国に発注をうまくやってますっていうユニクロみたいな会社とかは、要はその製品を作るのはバングラデシュ人にやらせればいいから、日本の工場で働かせて服を作るよりもっと安く作れて、でそれが日本で売ったりとかアメリカとかフランスとかで売れるので、利益率はどんどん上がっていくんですよ。なので、その大企業はめっちゃ儲かるよね。でも大企業じゃない人っていうのはどんどんひもじくなるよねっていうのは、割とその第三諸国以外世界中で起きてることなので、なので国が右派、その国の政府が右なのか左なのかっていうのを変えたとしても、その構造は一切変わってないので、なので、アルゼンチンもこう右になったとしても左になったとしても苦労するし、オランダも右になったでも左になったでも苦労するし、で、そのイタリアとかも、なんかコメディアンが大統領になったとしても別になんかうまくいくわけでもないしっていうので、なので、経済構造をどう変えるかっていうところをちゃんとやらない限りは、基本的にその右なのか左なのか保守なのか革新なのかっていうレベルで、社会が良くなるという感じではないんじゃないかなと思ってますけど。